毎度フランスガイド中村です。今私の後ろに見えているのはこのね地下鉄の駅スターリングラードという地下鉄の駅なんですけども、そう今ね私たちがいるのはパリの19区でございます。パリのね結構端っこなんだけども、今回はこのパリの19区からカナル・サン・マルタンのね、サン・マルタン運河の魅力を皆さんにたっぷりと見せていきたいと思います。そして今回ね特別ゲストがいるんですよね。はい、ということでね、今私たちはオニバっていうオンラインツアーをやっているんですが、そこでいつもメイクを担当していただいているメイクアップアーティストのひろこさんでございます。はじめまして。今日はトラベルパートナーになってしまいました。ということでね、このひろこさんはこの辺すごい詳しいんですよね。そうです。ということでね、ひろこさんからこのね詳しい情報をいろいろ聞きながら皆さんとねいろいろこの魅力探っていきたいと思います。ということで案内役は私フランスガイド中村と、トラベルパートナーはメイクアップアーティストのひろこと、そして撮影編集はイメージクリエイターのこうです。ということでね、この3人で行ってみたいと思います。それでは早速行きましょう。さあね、まずこちらからいきなり行くんだけども、今ね私たちはパリの19区といって結構パリの端っこにいるんですよね。で実は今私たちはパリのさらに北上していてですね、さらにパリから今離れようとしています。先ほど私たちの地下鉄の駅はスターリングラードといってですね、この第二次世界大戦の時のドイツ軍とそして、ソ連の赤軍が戦ったね、戦場の非常に血生臭い、被害者がたくさん出た戦争のね、場所の名前がついている地下鉄の駅なんですけども、そこからね私たちはさらにパリの北に向かっています。ここの道の名前なんていうか知ってます？いきなり皆さんちょっとほらあそこに書いてあるんだけどさ、ほらスターリングラッド通りじゃない。スターリングラード通りじゃないんですよ。それがアブニュー・ド・フランドルとそう書いてあります。フランドル地方のそうフランドル地方のフランドルなんですよね。でフランドルというとねフランダースの犬なんていうので有名かもしれないんだけども、これねいわゆるドイツのことですよ。ドイツじゃないやベルギーのことですよね。中村さん、はいはいはい、ここになんか謎の建物がなんか面白い建物ありますね。何左の茶色い建物は何かね湾曲してますね。曲がっている。ここ絶対住みたくないね、なんかピサの斜塔みたいになってます。なんかこれね僕ねプラハでこんな建物みたいな気がするんだよな。なんかその右が男性で左が女性で何かワルツを踊ってるような感じ。なんかそういう建物が有名な建物がありましたけど、ちょっとそれを思わせますね。で今ね私たちはフランドル通りといって、これをずっと行くとベルギーに行ってしまうというね、そういう道にいるんですよね。だからこれベルギーだけじゃなくてね、そのアムステルダムまで続いているそうですよ。そうなんですか。でパリの北というとね結構ななんていうのかな、そのパリの中でその労働者が住む界隈っていうのは結構ね、その北の方向なんで、結構この辺は労働者がかつて住んでいて、でそこ低所得者たちが住んでいたので、結構ねその移民なんかが住みやすいような界隈で、結構ねそのすれ違う人たち、いわゆる私たちのフランス人のイメージとは違う人っていうのが、結構映るんじゃないかなって思います。だからそういう意味でねここは結構エキゾチックな界隈でもあるんですよ。もう街歩けばすぐわかる。街歩けばすぐ分かってくる。さあそんなねエキゾチックでちょっと移民の風、外国のね風を感じる界隈に突如現れて、かなりねその評判になったものというものが実際見えてきます。ここにね皆さんちょっとここを皆さんに紹介するために実は私たちここまで歩いてきているんだけども、はい、こちらなんですね。ストリートアートがこんなところにありますよ。さあこれ一体誰の作品かというと、ひろこさんわかる？ババババンクシーのそう作品がこんなね本当に住宅街ですよ。住宅街って言っても閑静な住宅街ではなくて、そういう移民とか低所得者の人たちが住むような実は建物の壁に書いてあるこのストリートアートなんですよね。でこれがね非常にここの界隈で一つもう今有名なスポットの一つになっています。ナポレオンですか？はい、これはですね馬がねこうやってなんか
前足を上げていて、でその後ろに人が乗っているというね、ものなんだけど、もともとはジャック・ルイ・ダビットっていう人がナポレオン、サンベルナール峠を越えるナポレオンっていう絵を描きまして、それのパロディになっているんですよね。でそのジャック・ルイ・ダビットの絵の中ではもちろんナポレオンは馬をね、コントロールしながら勇敢にこのサンベルナール峠というのを越えているっていうところが描かれているんだけども、当時ナポレオンはちょうどイタリアに戦争しに行っていたんだよね。でフランスとイタリアの間にはアルプス山脈っていうものがあって、イタリア軍はフランス軍のナポレオンはこのアルプス山脈を迂回して攻めてくるだろうと思ってたわけ。それはね、めちゃくちゃ高い山なんで、そんなところをまさか越えてくるとは思っていなかったんだよね。でそれを迂回してくるところにイタリア軍たちは待ち伏せしていたと。で、そこに待ち伏せしていたら、なんとナポレオンはそのアルプスをそのまま越えてきたっていうことなんだよね。ここで、イタリア軍たちはびっくりしてしまって、完全に負けてしまったということなんですよ。でバンクシーはそれをパロディってこのように書いているんですよね。でナポレオンの代わりにね、この赤いベールで隠された人なんだけど、これ見てください。顔がね全然見えていないんだよね。だからこれはいろんな、考え方があると思うんだけども、つまり、ナポレオンは前をしっかりと見据えていたんだけども、しかし現在の政治的指導者は前が見えてないよねっていうような社会的批判なのかもしれない。あるいはちょっとイスラムの女性っぽくも見えるよね。イスラム女性ってこうやって顔とかね完全に隠すっていうような伝統的な服装をする人もいるから、だからそういうイスラムの脅威っていうものがフランスに迫っているっていうようにも見えるかもしれない。でこれがね発表されたのは2018年の6月20日なんだよ。でその6月20日っていうのは世界移民の日と決められていて、だからナポレオンはね、ちょっと歩きながら行きましょうか。ナポレオンはこのサンベルナール峠というところを越えることによってイタリアに侵略していったんだけども、侵攻していったんだけども、現在は移民の人たちがいろんな峠だとかいろんな海だとかそういうものを越えながらフランスにやってきているよねっていうような、一つの、社会的な確認というか、そういう現実を風刺したものかもしれないですよね。いろんなね見方ができるなと思っています。なんかあれ後から乗られちゃったから、あそこだけでもねちゃんと補強してあるって。そう皆さん分かったかもしれないけど、バンクシーの作品なのでやっぱね保護しようということでクリアなんていうの、アクリル板が貼られていて保護されてるんだよね。でねこれね周りが灰色くなっているんだけども、かつてはこれ全部灰色だなんていうの、同じ色だった。そう同じ色だったんですよね。コンクリートむき出しの色だったんですよ。けどそこでねもう一回塗り直しているんだけども、そのバンクシーのところだけ残してあるんですよね。ということでね行きましょう。バンクシーってサイン入れないんですね。バンクシーサイン入れないんですよ。でバンクシーの作品って皆さんに分からせるために彼はあることをします。なんだと思う？皆さんも考えてみてね。分かる人。あること今目撃しました。あることちょっと皆さんにも問いかけてください。あることなんだろう。これ僕知ってるかも。知ってる？ひろこさんなんだと思う？さあ見えました？今ねもう一度ねパリの方向に戻っていきますよ。なんか現代アーティストだなって感じ。現代のアーティストだなって感じです。現代はタグじゃない。タグではないんですね。実際ねナポレオンがベルナール峠を越えるナポレオンっていう作品をジャック・ルイ・ダビットっていうのは5作品書いてます。あれ5バージョンあるんですよ。なんで5バージョンもあるの？まず自分のために1枚書いて、そしてもともとスペインの王様にプレゼントするために1枚書いていて、でさらに他の人にもプレゼントしようとしていっぱい注文したんじゃなかったっけな、あるいはそれに影響を受けて私も欲しいっていう人がダビッドに注文したのかもしれない。ちょっとそれちゃんと調べてないんだけども、現在5作品あります。でそれがいろんなところにマルメゾンだとかベルサイユだとかいろんなところにあるんだけども、けどあの絵画は5作品しかないけど、バンクシーの描いたあの壁画っていうのはあの壁に1つしかないんですけど、世界中の人が知ってるわけ。なぜ？
なぜ、うんみんなインスタでこうやって撮ったから。インスタですよ、その通り。インスタを使って彼の作品っていうものを自分のものだというふうに言ってるんですね。あーちなみにインスタ何人ぐらいいると思う？私フォローしてますよ。フォローしてる、僕もフォローしてるんだけど、うん皆さんもフォローしてる？何人いると思います？わかんない。見たことないな。 1200万人ですよ。1200万人。だから彼が自分の作品の写真を撮ってそれをインスタに上げると1200万人が少なくとも見るわけなんだよね。なるほどね。まあ、みんなが見てるわけとは限らないけどそれをまた別の人とかにね拡散することによって一体何人の人が見るんだろうって感じだよね。まあ、それぐらい拡散力があるっていうこと。さすがに壁を切り抜いて、うんくり抜いて盗もうってする人いないんでいやすかね。いるんじゃない？いるよね。いると思う。なんかね盗まれたりしたことあるみたいねよ。だからもう壁ごと持ってくってさ、壁ごと持ってくってといえばさ、ナポレオンはレオナルド・ダ・ヴィンチの最後の審判、壁ごと持ってこうとしたらしいね。あれ壁画だからさ、大泥棒やからね。大泥棒ですから、はい、いろんなところ略奪していきますから、カナのこれねなんかねナポレオンが持ってきてるしね。はい。ということでね、今私たちの目の前にはこんなね川のようなものが見えてきましたよ。しかしねこれはね川ではないんですね。運河なんです。はい。ということでね運河というかこれは実際にはバッサンと言われている貯水槽なんですけども、ここがね実はカナル・サンマルタンとカナル・ウフクといってウルク運河とサンマルタン運河をつないでいるバッサン・デラ・ビレットというビレットの貯水槽という場所なんですね。さあちょっとね歩きながら行きましょう。この小舟がね浮いてるのがなかなかパリの風物詩っていう感じでいいじゃないですか。あれ何で動いてるんですか？これねモーターで動いてるんだけども、本当にこれ免許なしで運転できる船なんですよ。でちょっとね先ほど紹介すればよかったんだけど、あそこにいっぱいボートが止まっているでしょ。皆さん見えるかな、はい、あそこにボートがいっぱい止まっていて、あそこでね貸し出してくれるんですよ。でこのね私たち今ちょうど時間はもう夜のね7時なんです。実は、7時に見えない実はですよね。7時なんだけども、結構やっぱりねこの5月6月っていうのは一番日が長い、時期でもありますので、このちょっとね日の長い夜の始まりっていうのをボートを漕ぎながらね楽しもうじゃないかと、そんな人が今ボートで遊んでおります。そして私たちの右側にはねこれ今映画館 MK2 という映画館になっているんですよ。でここの建物、例えば上の方屋根の方を見ていただくとちょっとこれエッフェル塔っぽくないですか？ここら辺があそこのさ柱からさ出てるこの天井を支えてるところとか、でリベットって言ってそのネジとかではなくてねネジを熱して形を変えて、でその鉄が冷たく固まるときにギュッと縮みますので、その縮む力によって鉄と鉄をくっつけるっていう用法ですよね。これまさに19世紀の後半にね使われた建築方法なんだけど、そんなのを使って建築しています。これはね確か1876年だったと思うんだけど、ちょっと年号忘れてしまったんだけども、これはパリ万博の時にギュスターブ・エッフェルが設計しているものですよ。まさにエッフェルさん。まさにエッフェルが設計してる。働き者やね。いやいろんなもの作ってんだよね。だからよく調べてみれば、あこれもエッフェルなのこれもエッフェルなのっていうものがねたくさん出てきます。はい。ということでね、こんなね急に大きな池というかね運河が出てきているんだけども、そもそもこのね今皆さんに見ていただいている運河っていうのは一体何で作ったのかというとですね、これはね実は長い話になるんだけども、16世紀頃ですね。16世紀頃パリはセーヌ川を流通して発展している町なんですけども、もっとね流通を増やそう、もっとその流通の網をね広げよう、ネットワークを広げようということで、パリの北100メーターで100キロぐらい行ったところにですね、ウルク川っていうのと、そしてマルヌ川っていうものがあります。そのウルヌ川とマルヌ川が合流したポイントからパリまで運河を引いてきて、
そして流通を拡大しようというような計画がすでに考えていたみたいなんですよね。でただしその運河の計画は、お金もなかったし実現されることがなかった。そしてその後にルイ14世の時代、もう一回運河作んなきゃいけないなっていう話になります。これはなぜかっていうとセーヌ川、パリの真ん中を流れているセーヌ川ですけども、セーヌ川があまりにも汚い。だからもうセーヌ川飲めないよっていうことになるんだよね。それがすでに17世紀の終わりでございます。でセーヌ川が飲めないんだったら、飲めるようなまだ水質のいい川から水持ってこなきゃいけないねって話になって、それがまさにウルク川なんですね。ですから、結局ルイ14世もその計画をすることはできなくて、ナポレオンの時代になって初めてね運河の工事が始まる。19世紀初めに運河が始まって、そしてナポレオンがね失脚した後、シャルル10世っていう時代にこのビレットのね貯水槽のところまで水を持ってくることができた。だから当時のその19世紀の初め 60% の人たちがここの水を飲んでいたって言いますよ。はい、そしてね、後ろ気をつけて。はい、でぐるっとまた反対方向を向いてほしいんだけども、反対方向にもすごい面白いものがあるんですね。この柱がついた建物なんだけど、円形の建物になっていてね、その後ろ側にはこれ今は通っていないんだけども地下鉄が通ります。そのうちね電車が通ると思うんですけども、この建物あるでしょ、そしてその後ろの地下鉄あるでしょ、そのなんかまさにくっついてるように見えてると思うんだけど、実はねその地下鉄が走る高架線の部分が当時のパリの城壁があったところなんですよ。ですから今私たちはねパリの城壁があったすぐ外側にいるっていうことなんだよね。この城壁のところをこれから私たち入っていきます。でこの城壁というのはパリを来た音がしたんだけどね、このパリを敵から守るためではなくて何のためか知ってます？ひろこさん。知ってますよ。それくらい私モンパルナスの時からね一緒にさせていただいてるんで、いつもねメイクをしてくれてるんですけど、今日も私メイクしていますけど、ひろこさんがやってくれてます。お酒飲むため。違った？そうそう、お酒飲むときはこの城壁の中じゃなくて外の方が安いよっていう話があるんですよね。それは何でかっていうと、この城壁というのは敵からパリを守るためではなく、この城壁から先に行くには税金払ってくださいよっていうような税金を払わせるための城壁だったんですね。でその今ねちょうど地下鉄が行きます。これそう2番線ですね。はい、でその城壁の税金を取る、その税金オクトワっていう税金なんだけども、その税金を徴税するための徴税人の事務所が先ほどのね、柱がたくさんある建物だったということなんですね。はい、ということでね、私たちはこの建物がまさにってことなんですか？もう一回言って。この建物。はい、そうです。この建物が徴税人の事務所だったところで、現在はその建物だけ残して中は税金の取り立て人ではなくピザ屋さんになってますちゃんとね、窯で焼いてるピザ屋さん、非常に美味しいですよ。はい、そしてねこれからパリの中に入っていくんだけども、パリの中に入っていく前にこんなねものを紹介したいんですよ。はい、ここに木があります。これボタイジュの木なんですね。ちょっとこうやって見てみようか。この上に行くと逆光で見えるかどうかわかんないんだけど、緑のねパネルがあって、そこにこのボタイジュの木は1945年に植えられましたって書いてあるんです。1945年のそれはリベラション・デ・パリ、パリ解放の時ですと言われているんですね。1944年までパリはドイツ、ナチスドイツ軍に占領されていました。その解放したのを記念して植えたのがこの木なんです。ですからちょうどね樹齢80年ぐらいの木なんですけども、ここにねちょうどねリベラシオンって書いてあって、解放という記念碑になっています。ここにねちょうどねリベラシオンと書いてあります。1944年8月、これがパリがちょうど解放された時ですね。はい、こんな風にして記念碑になっているんですが、この解放を記念してるだけじゃなくて、ここ見てください。これそれぞれが記念碑になっていて、スターリングラド、スターリングラドっていうのは先ほど地下鉄の駅の名前にもなってたよね。これはソ連軍とナチスドイツが戦った戦いで、ソ連軍が勝ちました。はい、第二次世界大戦の決定的なね戦いになったものです。そして今度はこちら、
ベルダンと書いてあります。ベルダンというのは第一次世界大戦で決定的な戦いになったもの。そしてこちらは皆さん見たことがあるんじゃないかな。ビラケムと書いてあって、これパリの橋の一つの名前になっているよね。これも第二次世界大戦のあるね、転換点となったような戦いになっています。このようにこの辺はただね、高架線の下に、木が植わってるということなんだけども、実はそういう歴史を記念したものになっている。そしてね、中村さん、ビラケムっていうのは、橋で橋の場所でってこと、それともどっか別の場所です。アフリカ大陸、北アフリカなんですけども、そこでちょうどなんかね、アラブかなんかとアフリカのちょうど中間点ぐらいになっていて、そこをナチスドイツが落とせばさらにアラビア諸国に進軍することができて、でもしそこまで行ったら世界中の石油取られちゃうから、ナチスドイツの世界征服が完了するって言われてたところなんですよ。でそこでナチスドイツの侵攻を阻んだのがビラケム、そこで止めたんですね。だからそこがかなり大きな戦いになったっていう場所です。じゃあそこから橋の名前を取ったって、そこから橋の名前取ったんですよね。なるほど。でね、今度ここはスターリングラードっていう近くなんだけども、まさにそのスターリングラードの歴史っていうのがメッシが語られていて、1942年1943年の間、そこではこれソ連ですね、ソ連とトワジェムライヒ、これ第三帝国、これ、ナチスドイツですが、ここのスターリングラードという町の覇権をかけて衝突しましたと書いてある。その戦いはラ・プル・ソングロントって書いてある。ソンっていうのは血っていう意味なんだけども、その最も血を流すような戦いになりましたと。なんとね、1、10、100、1000万、10万、100万、200万人の死者と負傷者を出したっていう、そういう戦いだったんですね。でそこでソ連軍が勝つことによって、風向きが変わっていくんだけども、このパウルス、元帥という人をこの戦いで捕まえることができて、ドイツの腐敗神話というものが終わりましたと。それ以降このソ連赤軍はベルリンまで攻めていきました。そしてその戦いに勝ったことがこのパリのリベラシオンにつながっていくんですね。ということで、この解放につながる戦いを戦ったこの、赤軍のあらゆる兵士たちにオマージュを捧げ、ここに木を植えていますと、そういうふうに書いてあるんですね。単なるね、ここに、木が植えてあるだけじゃなくて、そういうね、非常に、私たちの社会を作り出している歴史をね踏まえて植えられている木ということが分かりました。中村さん、あれティオールって書いてあったり、ティオールっていうかハーブティーで飲むお茶ですよね。あれのティオール。あ、そうです。ね、私好きで。日本語だとボタイジュじゃない？違う？ボタイジュっていうの、私だからそれ、と思って。菩提樹ってお釈迦様がね、悟りを開いた。あ、ティオールってこの木だったんだ。これ葉っぱ摘んでお茶にできるってことかな。そうそうそう、ティオールってね、よくありますよね。ではね、ここからね、私たちはこの2番線の高架線の下を通って、かつてのパリのね、中に入っていくということになります。現在はもうここもパリです。この2番線のね、高架線の外もパリで、これは1860年以降パリを拡大した時にね、ここもパリになっていますけど、それ以前はここから先がパリだったっていうことですね。なんか日本では関所みたいな感じかな、政権から違うの？関所というか、そこから先がパリって感じだよね。なるほど。なんかパリの一部にその壁が残ってるとこありますよね。はい。で、それはね、この壁は徴税人の壁とか、オンサント・フェルミエ・ジェネロってフランス語で言ったりするんだけども、実はその壁が残ってるっていうのは、この壁じゃないですね。あ、そうなの？そう。あれはフィリッポ・オーギュストって言って、12世紀にパリをぐるっと囲んだ人が作った壁ですね。それとこれとは違う壁だったの？パリにはね、いろんな壁があって、それこそ一番初めはシテ島をぐるっと囲んだものだったりとかで、その後もうちょっと大きい城壁を作って、でその後にルイ・フィリップが作って、その後シャルル5世が作ってっていう風にね、もう何人も徐々に大きくなっていく感じか。そうだからさ、
池にさうん石をポチャンって入れるとこうやって水門がこうやって広がっていくじゃない。あんな感じでこっちから来ます。パリが拡大すると同時にちょっとずつ大きな城壁を作って拡大していったっていうのがパリなんだよね。だからその壁が残ってるって言ってもパリの中心地に行けば行くほど古い壁が残ってます。だからっていうことでね、先ほどのがビレットの貯水槽っていうものだったんだけども、ここまでがサンマルタン運河でございます。出てこなかった今、むしろここからがね本番でございますので、じゃあ行きますか。はい、それではやるできるじゃあちょっと行きましょうか。じゃあ言ってください。それでは皆さんオニさあ行きましょう。でオニバってどういう意味？レッツゴー。そうなんですよ。さあ行きましょうっていう意味なんでね、オニバって言ったら皆さんオニバって言ってくださいね。はい、やりたかったのこれ。で行きます。ちょっとひろこさんがあんまりカメラ見てないような気がするんですけど大丈夫ですか？いや結構大丈夫ですよ。結構大丈夫です。さすがですね。そう忘れていました。私いつもカメラの影に隠れなきゃいけないんで。仕事的にね。もう今回はもうバンバン出てください。ひろこさんはねこの辺のことが非常に詳しいということなんで、僕は歴史的なことを紹介しながらひろこさんはねこういうところお店とかそういう情報とかをねこれから教えて。アカデミックじゃない方なんで。いや僕はアカデミックって言ったってねインターネットに書いてあることをただ言ってるだけなんですけど、はい。でこのねサンマルタン運河というところは飲み水を供給するために作ったっていうところが出発点だったんですが、このね同時に、流通の水路としてもたくさん使われていて、商品が行き来したりあるいは材料が行き来したりすることになりました。そのようなその流通がこの水路の上で発達することによってここではですね工場がいっぱい建つことになります。その工場に材料をそのまま持ってってこの水路で持ってってそこで工場で商品を加工し商品をまたこの運河で運べるから非常にやりやすいところなんですよね。ということでこの辺にはねサンマルタン運河沿いにはずらっと工場が並んでいたんですよ。そしてこのサンマルタン運河の私たちの右と左には実はここは巨大な倉庫がありました。しかし20世紀初頭20世紀半ばになるとどんどんその工場というのは移転してってしまうんだよね。というのはより広大な広場敷地が必要な工場なんかやっぱりどんどん出てきますので郊外に移転したり地方に移転したりしてってしまいました。でそこで残ったのはこの工場の空っぽの倉庫とかだったんですよね。はい、でその空っぽの倉庫どうしたかっていうとまずこういうのね今ここポワンエフェメールという場所になっていて今ここね一番手前のところはバーみたいになっていてでさらにその隣はねエクスポジションができるような展示会場になっていたりコンサートやったりとかコウさんも、ここで仕事をしたことがあるんですよね。そうここでパフォーマンスのことをやりましたよ。ですからここはね現在だったらその総合文化センターみたいになっているところなんですけどもかつてはここはその荷物とかを置いておく倉庫でその倉庫が廃墟のようになった時にアーティストたちがここにスクワットっていうんだけども不法占拠してでここで自分たちのアトリエにしたり作品を作ったり展示会場にしたりっていうところだったんですよね。でこの建物全部倉庫だったんだけどもその3分の1っていうのはこのような、芸術家たちがスクワットしてそれ以外のこの赤いね扉があるところっていうのはこれ全部今消防署になってますですからね目の前に消防車が止まっていますけどもでそれ例えば、運河の反対側ね対岸ですけどもそこはいろんなゴミ箱とかさ積んであってでゴミ収集車なんかが今止まっているんだけどもあそこはパリ清掃局の事務所になってるよね。こんなところにあったんだ。こんなところから出動するんですよね。今ね消防車の出動しようとしていますね。はい、でこのサンマルタン運河沿いですねこのずらっとね人が並んで結構ここで、飲み物を飲んだり食べ物を飲んだりボンジュールで若者たちが多いんだよね、どちらかというと若者たちがここで遊ぶっていう感じだよね。
若者はねあんまお金がないからね、外でねみんなね、持ち込みでね。あとやっぱりマレの次にサンマルタン運河が来るって、あ本当に、そうですか。マレ地区といったらおしゃれ地区っていう感じなんだけども、やっぱりおしゃれ地区になっていくとそこに地価も上がってくるし、若いこれからっていうようなアーティストはなかなかそういうところに事務所なんか持てませんよね。だからまだ家賃が安くて手が届くようなところが次の次世代を担うアーティストみたいな人たちが行ったりする場所になるんだけども、そうだから20年ぐらい前は、本当にそういった若いアーティストとかクリエイターにアトリエをこう提供、パリ市が安く貸すことによって第二のマレにしようとしてけどもうすでになりつつあるっていうかもうなってますよね。第二のマレみたいな感じに。じゃあ今もあそこにアーティストがいたりするんですか？住んでたりするんですもうか？ちょい先、ポンエフェメールもうちょい先、ポンエフェメールもそうだし、あ本当に。ポンエフェメールはスクワットの一つだよね。スクワットの一つですね。でそれがスクワットっていう初めはアーティストたちが不法占拠してていたんだけども、そのうちもうそこが文化センターとしてもうパリ市が認めて管理してますね。ですから今は不法ではありません。でもあれですよね、花さん本当にアーティスト支援がすごい豊かというか、アーティストになりやすいというか、アーティストでも生活していけるような社会保障だったり給料形態だったりそういうものがあるかもしれませんね。ちょっとねぐるっと後ろ回っていただくと、ちょうどここの運河が続いていって最後ねトンネルになってるんだよね。でトンネルをくぐると先ほど私たちがいた、ビレットの貯水槽に行くわけよ。で私たちはほら高架線の下すごい車がガチャ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 通ってるところ、あそこ通ったんだけどあそこちょうどトンネルになってるんですよ。ということでねこのまま進んでいきましょう。ずっと若村さん、この運河に魚はいると思いますか？魚いますよ。あ、いるんですか？いるんですか？皆さんどう思う？え？だって魚釣りしてる人見つけいや魚釣りさしてるけどさ、別に魚釣りする人は別に魚いないとこでも釣る人はいるじゃん。そうだね。でもね、年にね私5、6人見かけますよ、魚釣りしている方。もっといますよ。でも私、誰も釣り上げてる人見たこともない。なるほどね。ちなみにさ、魚釣りって違法か合法かって知ってる？私見たことあるし、私魚釣り大好きなんで、実は私自分で、魚釣りできるのって調べたんです。そうなんだ。はい。でしたらライセンスをね、1年間契約で買うと、そうなんですよ。ライセンス制なんですよね。それってセーヌも？セーヌも一緒なんじゃないかな。イル・ド・フランスの決まりらしい。そうなんだ。けど部分によってはもしかしたら釣り禁止のところもあるのかもしれないね。僕違法釣りしちゃったかもしれない。1回だけ。ライセンス書いてない、買ってない。けど1日とか1週間とかっていうのもあるらしいよ。でコウさんなんか釣れたんですか？でここにねバッサンドコンバって書いてあるんですよ。そこ狙ってます？狙ってます。ありがとうございます。でねここはねバッサンドコンバっていう名前がついている場所で、そのサンマルタン運河の中でもそれぞれの区画がこれは何々っていう名前、これは何々って名前って言ってね、それぞれ名前がついてるんだけども、ここがバッサンドコンバと言います。コンバってどういう意味ですか？戦いって意味なんですよ。ここはね戦いのその場所、バッサンだから貯水槽みたいなね名前がついてるんですけど、先ほど言うの忘れちゃった。大きなね道がありましたけどね、ここの先ほど橋があったところ、今ねちょうどコウさんが狙ってますけど、バイクが今いっぱい来てるとこありますよね。あそこを右側に行くとねコロネル・ファビアンという広場に行きます。コロネル・ファビアン駅っていう地下鉄の駅もありますけども、そのね駅かつてはコロネル・ファビアンではなくプラスコンバと言われていたんですね。戦闘広場と言われていました。で一体なんで戦闘広場と言われていたかというとですね、かつてそこでは動物の競技場があったんです。剣闘とかね、犬と犬を戦わせる剣闘だとか、鶏同士を戦わせる統計ありがとうございますとかね、あとはね犬とイノシシとか
犬と熊とかを戦わせていたみたいですね。でそのような、パリ当時はねまだここはパリではなくベルビルって言われているような場所だったんだけども、それが19世紀の半ばまでここには動物同士を戦わせる戦いの場があったということで、ここは戦い広場という名前がついていて、ですからねこの運河一帯もこの辺は、戦いのね、バッサン貯水槽なんていうふうに言われているんですよ。それ戦わせてなんかお金をかけてたってことですか？お金もかけてたんだと思う。ですよね。でそのお金をかけてたり、そういう賭博だとか、あるいはその動物保護の観点から19世紀のもう後半には禁止になったみたいですね。もしかしたらパリの市内ではそのようなものが禁止だったから、当時のパリ市街であったここ、ベルビルっていうね界隈に属していたんだけども、そこでやっていたのかもしれない。ベルビル大きいね。ベルギルは大きいですよ。大きいですね。ベルビルいろんなものがありますね。ちょっとねこの公園の中入っていこうか。卓球この公園の中に入るとですねこの水路っていうものがどういうふうにできてるかっていうのがよくわかります。というのは今まで私たち歩ってきたんだけども、何気に歩ってきたんだけども、実は下り坂になっていたんです。気づいた？で下り坂になっているので、その私たちはね普通に坂を歩いてきたんだけども、運河をこのまま傾斜をつけて作ってしまうと水の流れがものすごく速くなってしまいますよね。それは商品とか運ぶために良くないので、見てください。ちょっとここからの方が見やすいんじゃないかな。水路ってどういうふうに作るかっていうと、このようにほぼ水平、ほぼ流れがない、実際に少しだけ流れはあるんだけども、ほぼ水平な水路を作って、そしてあそこ水路で止まってるの分かります？あそこでドンと落ちてます。はい、段差があるわけですね。この段差を作りながら、例えばここに船が通るときにはその水路で少しずつ段差を克服しながら船をね下にあるいは上にと乗せていく機能というのが水門というものですよ。ですからここにね目の前にはここ1個水門があって、その先にも1個水門があって、3メーター3メーターずつ船が上下することができるので、合計6メーター船が下がることができます。中村さん、魚釣りしてますよ。釣りしてる。本当だ。サマーシ釣れてないっつってるな、頑張ってくださいね。ほらだからすごいいっぱいいるじゃん。でさ、この水門のね水位とかを調整する管理人という人がかつてはいて、その管理人の家がここなんですけど、現在ねそれは遠隔操作でされているので、現在はねこの水道場所になっているんですね。でここの水道なんだけども、ここは普通の水なんだけどね、ここペチオンだ。ペチオンといって、ペチオンというのはパチパチするっていう意味なんだけども、これスプリングウォーターですよ。ということでね、ここ炭酸水出てくるの。選べる。隣はこっちはね普通の水ですね。でこっちはスプリングウォーターなんで、ちょっと飲んでみましょう。置きますよ。さあ、ただですか？ただなんです。炭酸水ただで飲めるんです。で非常にね冷たいんですよ。はい、わかるかなこれ。すごい。シュワシュワしてるよ。わかる？じゃあ行きます。食レポ行きます。いただきます。美味しいね、冷たくて。本当に？触ってもらう？すごい冷たい。めちゃくちゃ冷たい。ちなみにフランスってペチオンってナチュラルなペチオンじゃないですか。これナチュラルなんですかね？これは天然水じゃなくて水道水に炭酸を機械で入れてるだけです。なるほどね。めっちゃいいですねここね。最高でしょ。魚釣りもできるしさ、炭酸水もあるしさ。でここが水門ですね。でここでドンと段差ができてますよ。はい、水はこっちに行きます。結構な落差。すごいズドーンと下がってる。水路のねある非常に気持ちいいね。気持ちいいですよ。めちゃくちゃ気持ちいい。いつもはね船とかね観光船通ってるんですけどね、今日いないですね。今日観光船いないですね。観光船ね、なんか歩ってるともしかしたらまたすれ違うかもしれないけど、すごい高さだよね。
あれ開いたらね、これ開いたらさ、すごい勢いで水が出てくるんだけど、びちょびちょになりますよ。大変だったね。大変だった。実はですね、この水門っていうのがどういうふうに動くのか、そういうね、動画を作ったんで、これも YouTube に載るかな。何、お二人さんびちょびちょになっちゃったんですか？これもね、もしかしたらこの前にすでに上がってるかもしれないし、この私たちの今の動画、皆さんが見ていただいている動画の後に上がるかもしれないんですけども、そのようなね、サンマルタン運河をクルーズ船で、巡るというものも実は私たち撮影しておりますので、そんなものもね、皆さんに見ていただけると思います。ということで、私たちのチャンネルを見ていれば、このサンマルタン運河、この非常に味わうことができるというね、ことなんです。みんなアペロタイムでアペロしてますね。アペロタイムですね。ここね、さっきからすげえいい匂いがするんだよな。お腹減ってきちゃったね。ビストロフィルドゥヴァンで、このさ、ワインレッドのひさしの店、ここみんなさ、さっきクスクス食べてたよ。めちゃくちゃ美味しそうだった。クスクスはね、なんて言ったらいいんだろう。左のさ、看板にさ、黒板にさ、クスクスって書いたんじゃん。あれ13ユーロって書いてあるのかな。高三泣かせのこと言ってしまった。食べたい食べたい。いや、ズームしないといけないから。あ、そっか。もう後で取りに行きますよ。値段変わってるかもしれない。クスクスあんまり日本で食べれないかもしれないですね。クスクスって僕食べたことなかったかも、日本に行った時。私もフランスに来て。いや、すごい美味しいんですよね。スムールって言って、なんか小麦をなんだっけ、小麦粉をなんかダマのようにしたすごいちっちゃいものの中にちょっと水っぽいカレーみたいなんだけど、その日本で食べるカレーライスほどとろりとしていないもの、なんかポトフみたいな感じ。あ、そんな感じだよね。でちょっと甘みもあるんですよね。これ下ドッグランになってますよ。ワンちゃんたち話せるやつね。これ刀剣じゃないの？刀剣じゃない、これ刀剣じゃない。ちょっとコンプライアンス的に大丈夫大丈夫、これ刀剣じゃないんで。最近パリはね、柴犬ブームでね、柴犬がいっぱいいるんですよね、あちこちに。それさ、あゆりちゃんも言ってたね。あゆりちゃんって一番初代トラベルパートナーなんだけど、今のパリのそのお金持ちの流行りっていうのは、柴犬を飼う、柴犬を飼う。本当に、その通りだと思う。コロナ明けてからすごい柴犬ブーム。そうなんだ。だってブロワでさ、一緒にサロンドって行った時にもいたよね。柴犬だったね。フランスの俳優さんがね。そうそうそう。フランスの俳優さんがいたんですよ、カフェに。すぐ気づいたね。私はすぐ気づきましたよ。さすが。このね、左のレンガ造りの建物、こちらパリで一番初めの火力発電所ですね。現在では煙突があんまりない、全然ないんですけども、かつてここで電力を供給しておりました。そしてこの周りはね、工業地帯が広がっていて、工場がいっぱい建っていたんで、そういうところに電気を供給していたんですね。で、今ね、その紹介したいのは、実はこの建物のさらに後ろにある、見えないんですが、病院なんですね。三類病院と言います。もともとはそこもね、非常に古い病院で、ちょっと渡りましょうか。17世紀アンリ4世の時代なんですけど、その時にペストが流行りまして、ペストをね、パリの中央では治療できないので、治療できるんですが、その感染が非常に怖いので、パリから少し離れたところに隔離もね含めて、ペスト用の患者を治療するための病院を作りました。ペストといえばね、皮膚が黒くなってしまう、黒死病とも言われた病気なんですけども、そんな流れもあってね、皮膚科が非常に有名な病院に三類病院というのはなっていきます。で、それと少し関係があるんですけども、ここにね、こんな銅像があるんですね。はい、ここのちょっとねスクエアになっていて、ちょっとした広場になっているんですけども、この広場はこの人の名前がついています。ハウル・フォルホという非常にね発音が難しい人難しい人なんだけど、その人にアポート・デ・レプルって書いてあるんだよね。で、このレプルっていうのは一体何かっていうと、ハンセン病のことですね。
なんだっけ、何病って言うんだっけ、雷病じゃない雷病だ、そうそう。でこの雷病って知ってる？聞いたことあります。ハンセン病とか、今ではハンセン博士っていう人がその雷病の雷菌っていうのを発見したんでハンセン病と言われてるんだけど、かつては雷病とかって言われていて、初めはね潜伏期間が5年ぐらいあるらしいんだよね。で初めはその皮膚に斑点が出て、でそこに感覚がないんだけども、それがだんだん進行していくと、まずは変形していく、で形が崩れていくんだよね、それ変形っていうのかでその変形になってその原因が分かんなかったから、これは神のたたりだとか、神の刑罰だとか、あるいは悪魔に呪われてるとか、そういうふうに言われた病気なんです。ですからこれにかかった人は社会的な差別を受けていた、隔離なんですよ本当に。だからもう強制的にその町から隔離されて、で別のところに連れて行かれて、で家族なんかも差別を受けたって言われてますね。はい、そのような差別を撤回するために、いやいやそんなものは病気なんだよと、神様とか悪魔に疲れたわけではないよということを、伝道して回ったのがこの人なんです。だからアポートルっていうね、キリストの弟子をアポートル、使徒と言いますけども、そういうような使徒という名前がで呼ばれているこの人なんですね。でその下にさ「ペクソンナルドワデトウルトゥスル」って書いてあるんだよね。一人だけで誰も自分一人が幸せになる権利はない。深い言葉だね。深い言葉です。立派な人や。だから幸せになるっていう時は、世界中みんなが幸せにならないとそれは幸せって言えないんだっていうようなことを言った人で、この人はもともとそのフランスの、じゃあそんな立派な彼の名前をもう一度言ってください。ラウル・ハウルフォルホー何回も見てしまいましたけど、はい、はい、そんなね人の名前がついた。ですからその人の皮膚病っていうような関連でね、この三類病院の近くにもあって、確かね三類病院にもなんかその研究所みたいなものが作られていたんじゃないかな。で彼はですねその雷病は今では完治する病気なんですよね。でそのね治療法が発見されたのが1981年なので、たった40年前ですよ。ですからねまだその雷病とかハンセン病で苦しんでいる人たちはいて、現在でも確実に殲滅した病気ではないらしいですね。まだね貧困地域の例えばブラジルの一部だとかアフリカの一部ではまだそういう病気、そして差別に苦しんでいる人たちもいるみたい。そこでラウールさんが基金を作って、その基金がお金を出してそういう地域に行ってデピスタージュっていうフランス語で言うんだけど、まずは検査をする。検査をしてその病気にかかっていないか、それ感染症なんで、その潜伏期間が5年があって何も発症しないうちにいろんな人に移しちゃうらしいんだよね。すごい長い潜伏期間ですね。長いんですよ。でそれもちょっとずつ広がっていく病気なんで、だからだから呪われてるとかそういう話になってしまうのかもしれないよね。だからできるだけ早い段階でもう薬もあるらしいので、それをやれば治るらしいんですよ。だからとにかく見つけて、そしてそれを治して治療してっていうことをやる、もうチームがいろんな世界中回って検査して回っています。でそのお金を出した基金を成立させたのがラウールさんなんですよ。ラウールさんなぜそういうものをやったかというと、自分一人では幸せになる権利はないからですよね。じゃあそんなラウールさんのフルネームを教えてください。ラウールなんだっけフォルホで、ここにはねまたすごい人が来ますよ。アレ・ドゥ・プロフェッサー・ジャン・ベルナーって書いてあるんだけども、2006年に亡くなってるんですね。メディサン・スペシャリストエマトロジーと書いてあります。エマトロジーっていうのはこれ血液学って意味ですね。そして彼はカンセホロジーといって、これ眼科の先生でもあります。でレジストンって書いてある。レジスタンス運動にも参加していたっていう、本当にすごいな本当に偉大なねものを残してるなと思いますけども、このジャン・ベルナールさんっていう人は血液学研究所を先ほど言った三類病院に作った人で、
この人が血液の病気、白血病だ、小児白血病、子供がなる白血病は血液のがんだということを突き止めて、本当にお医者さんとか見てたらもっと詳しく説明できると思うんですが、私の調べた知識である限りは、その小児科の白血病の治療法を確立した人みたいです。それまでは白血病の子供を治すことできなかったんですって。けども彼がそれは血液のがんだということを確かめ追求し、でそのがんの治療をすることによって白血病は今では確かね 90% 治るような病気になったみたいですね。多くの子どもたちの命を救った偉大な先生の名前が先ほどついています。さあそしてね、今私たちはビルマン公園というところに入ってきました。綺麗だね。子どもたちの声もね聞こえるようなパリ市民の憩いの場になっているんですけども、ここもともと何があったかって知ってます？こんな広い、すごいんですよ。ここ敷地がすごい広いですよね。ここに何かあったんですか？ここにはね、もともと修道院がありました。レコレ修道院というね場所だったんです。このレコレ修道院というのはフランシス派の修道院があったところで、ここまで17世紀の初めに作られてるんですよね。ちょうどアンリ4世、というと三類病院が作られた本当に同時期の場所なんですけども、もともとここは、修道院だったと。でその修道院っていうのはフランス革命の時に修道院は解散になっちゃうんだよね。で修道院が持っていた敷地というのは全て国家没収になってしまう。でその革命時期国家没収になって、それからここはもう治らないような人たちを見とる病院となったみたいですね。だからここは病院だったんですよ。でね、この皆さんのちょうどね、後ろ側になるんですけど、この建物というのがもともと修道院の建物だったところです。だからなんかそんな感じの建物でしょ。もちろん17世紀に作られた建物ではなくて、その後ねいろいろと改修されているから。だからそういうね病院っていう関連で皆さんの右側、今度ちょっとコンクリートになった近代的な建物だけど、これパリの医学部です。パリ医学部いろんなところにあるんだけども、その医学部の一つの校舎になってますね。ですからこれね非常に病院と関連があるっていうことなんですよ。でそのような病院があって、今度は第一次世界大戦の時、第一次世界大戦の時にはここは軍事病院になりました。第一次世界大戦の時、これフランスとドイツが戦うわけなんだけども、フランスとドイツはフランスの東にあるよね。でそのフランスの東にあるドイツと戦いになるので、フランスのね東の部分が戦場になっていくんだけども、その東の部分で負傷した人たちはその場で治療せずに、当時も鉄道が発達してますんで、鉄道でパリまで連れてきてパリで治療していた。だからこそここの病院に連れてきたんだけども、なんでここの軍事病院を作ったかというと、まさにここの目の前にあるのがね、これが東駅なんですよ。でその第一次世界大戦の戦争のね、先ほども出てきましたけども、一つの一番ね大きな戦いの場所になったのがこのベルダンですよね。なんか炊き出しみたいなやってるね。炊き出しみたいなやってますね。この辺ヘスト・ドゥ・クールってやつだ。ヘスト・ドゥ・クール、すごくフランスで国民的英雄というかコメディアンだった人が立ち上げたね。そうなんだ。そうです。今この壁画なんかもあります。先ほどちらっと映っていたのはインベーダーですね。だからその炊き出しのために並んでいる人々ですね。はい、そしてねこの右側、こちらが、東駅ですね。ギャードエストと書いてあります。今も東駅からはドイツに行く電車がここから出ています。そうだね。で東駅の上にさ、ベルダンって書いてあるんだよね。ベルダンって第一次世界大戦のその戦いの中にあった場所ですよね。さあちょっとね進んでいきましょうか。
日が高くなったね。高くなりましたね。日が非常に長くなりました。さあちょっとね渡っていきましょう。この東駅を正面から見ることにしましょう。で先ほどねその第一次世界大戦の戦いで負傷した人たちを、鉄道でねここまで連れてきて、駅のすぐ近くにある修道院だったのでその建物を軍事病院に使ったっていうことなんですよね。だからこの立地状況がねすごいよくわかるようになる。でこの東駅っていうのが実はサンマルタン運河のすぐ近くにあったっていうあんまりイメージなかったんだけど実はそうなんですよね。ちなみに今東駅って言われてるけど、かつてなんて言われていたか知ってます？違うんですか？はい、かつてはこの駅からそこの都市に行けるっていうような都市の名前がついてました。なんでしょう？ドイツの都市。ドイツの都市ではありません。フランスの都市です。ストラスブール。ストラスブールという名前がついて、パリストラスブールという駅の名前だったんですね。だからほらリヨン駅ってあるじゃん、パリに。あれはリヨンに行くための駅なんでリヨン駅。だからここはストラスブールに行くためなんで、方面に行くためなんでパリストラスブールっていう駅でした。ですからねこれ、今ね皆さんに見ていただいていたこの三角形の大きな半円アーチがあるね建物っていうのは新しく作ったもので、もう一つ向こう側が古い建物になっているんだけども、古い建物の方の上はストラスブールっていうね、彫刻がドンと上に載っています。さあそしてこの駅前広場街の喧騒がすごいですねなかなかねエキゾチックな感じがありますけどこの東駅の目の前に走っているこの道がですねこのフォブール・サンマルタンという道なんですけども、この道をずっと行くとですね皆さん見えますか？一番突き当たりに大きなね凱旋門があるんですよ。凱旋門？凱旋門、凱旋ではないか、一つの門ですね、サンマルタン門が見えます。でも凱旋門でいいね。ルイ14世がね勝利記念として作ったものだから、凱旋門って呼んでもいいかな。サンマルタン門ですね。でこのサンマルタン門っていうのがルイ14世の時代のパリの大きさだったんじゃないかな。確かそうだなだから門の向こう側っていうのがサンマルタン通り、そしてその門から私たちの方からフォブール・サンマルタン通りと言います。フォブールっていうのは田舎っていう意味なんだよね。だからフォブールとついてるね道がフォブール・サントノレとかフォブール・モンマルトルとかいろんなフォブールという名前がありますけど、それは当時パリから外に出ましたよという、意味を持った道の名前になっています。そして門、そしてこの通り、それがそのままこの壁画になっているんですね。見てくださいそこまでうまくないよっていうねイメージクリエイターのコウさんがダメ出しをしておりましたけども、あそこにもね、同じような街並みが、書かれていて、その一番先にはサンマルタン門が見えるよね。見える。はい。これ誰が書いたんですか？わかんないなんかよくさフランスとか騙し絵があるじゃないですか。窓が一つ本物の窓が入ってる。ということで皆さんいかがでしたでしょうか。このね東駅、だからそのミレットの貯水槽からこの東駅までやってまいりましたどうでしたひろかさんなんでその笑ってるんですか？いやいやなんか、なんかねいつも日常で通ってるところが、また見方が変わりますね。なるほどね。いろんなね、歴史を知ってるとなんか面白いね。また別の見方ができるっていうことなんで、ぜひねこんな風にして、私たちの動画では、こういうパリの歴史だとか、そういうものを説明しながら、散歩動画をね作っているので、こういうものを参考にしながら実際パリに来た時は私たちのルート通りにね歩ってみて歴史を感じてもらったり、あるいはねパリに来れないという方もパリのねちょっとこういう今の雰囲気を味わってもらえたらいいなと思っています。中村さん、はい。東駅までなんか30分で行くって言ってたはずなんですけど、今どのくらい経ってるかわかります？ 40分ぐらい。それ1時間ちょっとね話しすぎたかもしれませんね。私たちはこういう風にして実はねオンラインツアーっていうのをやってるんですよ。
オンラインツアーっていうのはこれはね録画でやってますけども、本当はもうライブで、やってまさに皆さんのコメントとかを取り入れながらそのツアー内容を変えていくっていうようなこともやっていて、それをオニバといって毎月ね1回やってるんですけども、毎月1回こういう風にしてフランス旅行ができるものなんで、ぜひね、この動画面白いと思ったら、ぜひそういうオニバみたいなところも参加していただけると嬉しいです。ということで今回この辺にしておきましょう。今回のね、案内役は私フランスガイド中村と、トラベルパートナーはメイクアップアーティストのひろこと、そして撮影はイメージクリエイターのこうです。ということでね、この動画面白いと思ったら、チャンネル登録、そして、コメントなども書いてくれたら嬉しいです。皆さんのコメントをお待ちしております。ということでまた次の動画でお会いしましょう。じゃあビアントでお別れしましょう。それでは皆さんアビアント。